皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナの新しい変異型、オミクロン株についてです。日本国内においてオミクロン株の感染者というものが初めて確認されました。ですから今回は、現状分かっていることなどについて少し見ていきましょう。なお、このオミクロン株についてはおそらく YouTube 上で不安を煽るという動画がこれからたくさん出てくるのではないかなと私は思っています。なぜならば、まだまだいろいろな情報が分かっていない段階ですから、いくらでも何とでも言えるような状況です。ですから、不安を煽りまくるということを今は可能な時期です。そして不安に思っている人がそれを背中を押してくれるような動画というものをどうしても見たがる傾向になってしまいます。ですから私のスタンスとしては現状どうなっているかについてとても落ち着いた気持ちで客観的な情報を見て少し気分を落ち着かせてくださいと皆さんに言おうと思っています。それでは早速関連ニュースを見ていきましょう。オミクロン株の感染者日本初確認、ナミビアからの入国の30代男性。松野官房長官はアフリカ南部のナミビアから入国した30代の男性が新型コロナの新たな変異ウイルスオミクロン株に感染していたことが確認されたことを明らかにしました。国内でオミクロン株の感染者が確認されたのは初めてです。ニュースとしては結構情報が細切れになっていることが多いので今回は少しまとめました。28日夕方、成田空港に飛行機が到着しました。ここに乗っていたナミビア人のナミビアの外交官が発熱しており、この方については検疫所が手配した施設で療養していました。そして一体何にかかっているかを調べたところオミクロン株にかかっていたということが判明しました。なお、同じ便に乗っていた家族2人は陰性だったそうです。そしてオミクロン株にかかっていたよということが分かった後で、この飛行機の同乗者71人については全員を濃厚接触者として扱うと発表がありました。なぜ同乗していた人全員を濃厚接触者として指定したかといえば、それはオミクロン株の感染力が従来のデルタ株以上であると考えられているからです。ただし現在のところこの71人中40人は都内在住ということが分かっていて、この40人については空港検疫では陰性だったと報道がされています。その他の人については連絡先などが判明している場合においては住所地の保健所などへの連絡が行われているそうです。東京都は都内在住者については宿泊療養施設に入ってもらうようお願いするとのことです。そして都外在住者についてはそれぞれの地域の宿泊療養施設に入ってもらうお願いをするそうです。そして今回出てきたナミビアが一体どこにあるのかはこちらの地図をご覧ください。オミクロン株が確認されたのは南アフリカでその隣国になります。なお、ナミビア政府は現在のところ正式にはオミクロン株に感染した人はいないとしていることから、これはあくまでも検査体制の不備などによって実際にはただ見つかっていないだけと考えられます。合わせてワクチンについての話題も、オミクロン株のワクチン効果低下の恐れ、モデルナ CEO、アメリカモデルナの経営責任者は新型コロナウイルスワクチンについて新たな変異株オミクロンへの効果はデルタ株と比べて低下する恐れがあると指摘した。 CEO は効果がデルタ株と同水準ということはないと表明。効果がどの程度落ちるのかはわからない、データを待つ必要があると話した。発言は原油や株、オーストラリアドルなど成長に左右される資産の売りにつながった。日本でも日経平均が右肩下がりになっています。29日の CNBC とのインタビューでは、オミクロン株に特化したワクチンの出荷開始には数ヶ月を要するという見通しを示した。現在報道されている情報としては、このナミビア人の外交官は日本から一旦ナミビアに帰国して、そしてまた日本へ帰ってくるその時においてオミクロン株に感染していたようです。なお、同乗していた家族の方は現在のところ陰性で無症状の状態なようです。ですから今のところ直近の人がそのようにして陰性だったということは、この方については外に吐き出すウイルス量というものが結構少なかったのかもしれません。年齢的に言えば30代と若いうちに入りますから、オミクロン株といえどもまだまだ感染力を発揮するほどにはウイルス量が体内で増えていなかったのかもしれないわけです。ただしそのようなことが想像できたとしても実際のところどうかはわからないわけですから、今回の政府発表としては同乗していた乗客については全員を濃厚接触者認定を行って、これらの人々の健康状態を追跡すると発表したのは基本的には良いことです。
ただし全員と連絡が取れて健康状態のチェックやもしくは宿泊療養施設に入ってもらういわゆる隔離状態になることに同意してもらえるかどうかといったのはこれからの交渉次第となります。このあたり日本の行政としてできるのはあくまでもお願いしますよということであり、決して強制的にどこかの施設に放り込むといったことはできません。このあたりはきっと中国のような人権のない国であれば簡単なのでしょうが、なかなかこういったことについては人権を配慮した上での行政手段を取るざるを得ません。そしてオミクロン株についての話なのですが、現在のところ分かっていないことの代表例としてあるのが重症化率が上がるのか下がるのかについてです。現在のところ南アフリカで患者さんを見たお医者さんの話によると、今のところ症状としては別に大したものではない、強い倦怠感がある程度ですよという話をしていました。これはイギリスの BBC の番組などでのインタビューに答えていたのですが、基本的には世界各国がこれほど過敏に反応しているのが過剰反応だと考えている、そういった話をしていました。ただしこの話には一つ重要なポイントがあります。南アフリカの状況と世界各国の状況を比べた場合において何が一体違うのかといえば、それは南アフリカの人口構成と他の国との違いです。日本であれば少子高齢化で高齢者層というものが非常に多い国です。同時に欧米各国なども基本的には医療体制が整っていますから、高齢者の人たちの人口というものも基本的には多いのです。一方南アフリカはどうかといえば平均寿命が64歳の国です。日本よりも20歳以上平均寿命が短いということは、それだけ多くの人々が高齢者になる前に死んでいるという現実があります。それは様々な病気によって死ぬこともありますし、また殺人なども日本よりもはるかに多い国です。少し前の話にもなりますが、例えば南アフリカではエイズによる死者というものが非常に多い時代というものがずっと続いていました。現代においてエイズという病気は薬を飲むことによってその発症を抑えることができるようになり、死ぬ病気から死なない病気へと変わりました。しかしこれはあくまでも薬を飲み続けたらという前提条件がつきます。南アフリカにおいてエイズの死亡者が多かった理由としては、この薬を飲む経済的な余裕がない人たちはどうしても死なざるを得なかったという時代がずっとあったのです。そしてこのことは今回の新型コロナウイルスの問題へと実は直結しています。高齢者が少ない国においてはどうしてもその平均年齢というものが下がってきます。平均年齢といったことを考えた場合に新型コロナウイルスのリスクが一番高いのは年齢の高い人たちです。ですから南アフリカで年齢が若い人たちにオミクロン株が流行ったとしても基本的にはそれほど大きな脅威にはならないというわけです。しかしそれはあくまでも若い人が主体の国であれば、感染が広がったとしても重症化する人が少ないので、ああ良かったので話は済むかもしれませんが、それによって感染者が他の国へと移動し、それによって高齢者の多い国で感染爆発が起これば当然のように死者は激増することとなります。南アフリカにとっては過剰反応だという声を上げるのはわかるのですが、一方において感染が広がったら被害がとても大きくなるなと思っている国々というのは非常に多いわけです。そして被害が最も出るだろうと考えられている高齢者層を守るためにワクチンといったものが欠かせないわけですが、このワクチンの重症化予防率については減少するだろうというのが今回のニュースとして取り上げられていました。そして今回のオミクロン株についてはいよいよ改変したものへと切り替えなければならないのかもしれないという話になっています。ただしこれも一からワクチンを作るのではなく、あくまでも mRNA ワクチンの場合だとそのデザインを変更することによって作り替えができますから、記事の中でも書かれているようにおおむね3ヶ月から4ヶ月程度でと新しいロットへと切り替えることができるそうです。これはワクチンが全くなかった時期に比べるとはるかに速いスピードだと言えます。そして飲み薬についても今回の変異によって効果が下がってしまい、またゼロから作り直しじゃないかと不安に思う方も多いでしょう。しかしこの点について製薬会社は薬の効き方としてはスパイクタンパク質の変化については特に影響を受けるものではないと発表しています。ですからすでに承認されているものについて未承認へと変わるわけではありませんし、また現在開発中の飲み薬についても承認へと進んでいくことでしょう。このようにワクチンや飲み薬の開発、そして検査体制などについても2020年初頭の頃に比べれば各国はるかに前進した状態ですから、今回の変異型の登場によってもう何もかもが終わりだといったような
そこまで悲観することはないと思います。最後に一つだけ重要な話をしておきましょう。それは、オミクロン株が入ってきた時において、感染者が増え始めたなといった時に、どういったことを考えなければならないかについてです。デルタ株の収束その時期において、非常に皆さんも感染者数が何人になったといった話をずっとニュースで聞いてきたと思います。いい加減この考え方そのものについては、バージョンアップすることが重要です。病床数が十分に確保された状況であれば、重要なのは感染者数ではなく、重症者が何人なのか、そしてベッドの空きがどれくらいあるのか、こちらの方がもっと大事になってきます。現在のところ東京の感染者数が何人になるかといったのは、全国ニュースであれば、夕方のニュースで必ず、今日は何人でしたね。先週より何人増えましたね。減ってましたね。といった話をずっとしていますが、このような感染者数の増減の小さなところで一喜一憂する時代というものはいい加減終わらせなければなりません。もしもそのような人数のちょっと増えただけで一喜一憂して経済活動をやめるやめないといった議論などをいつまでもしていたら、それこそ日本経済は完全にダメになってしまいます。皆さんはこれから毎日のようにオミクロン株が怖いよといった話をする人たちが次々現れることを目にするでしょう。しかし、そのような情報を前にして、現実どうなっているか、病床はどうなっているのかといった数字を見て、本当に今どれくらい危険なのか自分の頭で考えることをぜひとも習慣づけてください。そうしないと2020年初頭のようにありとあらゆるものに対して疑心暗鬼になり、物の見方が偏ってしまう人になってしまうかもしれないのです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見よったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。